どうもともそうやです。前回動画はメキシコのユカタン半島にあるカンペチ州のチャンポトンという田舎町から自転車を使ってさらに田舎へ巡ってみた。人口数100人の村に行ってみていろんな景色や出会いを堪能したよ。今回の動画は穴場観光地バカラル、完全に観光地化されていない穴場の田舎町を動画でお届け。おはようございます。ともさえチャンネルです。どうもともさえチャンネルです。現在バカラルにいます。バカラルってどこか知ってますか？ポルトガルでね、有名なね、国民的料理バカリャウじゃないですよ。イワシのコロッケみたいなんじゃないですよ。バカラルっていうのは、メキシコにあるユカタン半島のカンクンより下側にある町っていうんですかね。ベリーズとの国境付近にある町です。で、今現在ね、バカラルに滞在してるんですけど、バカラルって結構ね、なんか今ね、現在ね、バカラルに滞在してるんですけど、バカラルってまだね、完全に観光地化されてないような街なんですけど、意外にも結構ね、魅力があるような街なんですよ。メキシコの中でも、プエブロマヒコに選出されてて、プエブロマヒコっていうのは、一言で言ったら、文化面、自然面、あと歴史の面とか、そういうのを全て、なんか考慮して、魔法の街みたいな、魅惑的な街みたいな感じで国から定められているような街らしいんですよ。他にもね、結構いくつかプエブロマヒコに選出されているような街はあるんですけど、そういう街今バカラルに滞在しております。今回はバカラルの魅力についてちょっとね、動画で伝えたいと思います。で、普段だったら適当に歩いてお金払って観光地とか行ったりするんですけど、今回はちょっとね、奮発してツアーに参加しました。トモソーヤがなかなかね、参加しないツアーです。しかも現地人から誘われたそのツアーなんですよ。現地人って言うてもメキシコ人なんですけど、メキシコ人からなんか安いツアーあるから参加してみたいな感じで言われて、もうノリでじゃあ行ってみようかなみたいなバカラルツアーでいろんなとこね回るんで、それをちょっとね、どういうツアーかみたいな、現地のローカルなツアーは多分ね、ローカルなツアーなんでメキシコシティから参加してる人もほぼほぼおらんし、もちろんアジア人とかもほぼほぼいないようなツアーだと思います。それはどういうツアーなのかっていうのを言ったらバカラルの魅力とともに伝えていきたいと思いますので、では動画どうぞ。朝7時になんか待ち合わせしたんですけど、全然そのメキシコ人の人から連絡来んかったんですよ。もうどうにもできんかって、で今8時半なんですけど、やっとね連絡来て宿出発しました。いや8時半じゃ9時や。で9時から宿のね朝食が始まるんですよ。うわまた微妙な時間やなとか思いながら、で一応朝食のフルーツだけちょっと持って帰らせてもらいました。持って帰るというかね、ちょっともう持って行って公園で食べますって言って、こんな感じですね。時間すごいずれたんやけど大丈夫なんだろうか。一応ツアーやし、その辺なんかラテンの人とのね感覚の違いがあるんですよ。やっぱこの感じの風景でバカラルのね中心街のほぼほぼ近くなんですよ。想像以上に田舎でした。これがいわゆるメルカードですね。街の中心の市場。今日は行かないと思うけど、こういうところのローカルよりがすごい気になるな。自分が泊まってたねホテルからは約20分歩いて、歩いて15分か。ちょっとだけセントロっぽくなってきましたね。中心街来たよ。バカラルのイグレシア発見した。多分これバカラルの中で一番大きい教会だと思います。僕の予想ですけど、イグレシアの前でね旅の安全祈願でも願っとこうかな。可愛い女の子と出会えますように。はい、到着しましたね。ここが中心街ですね。中央公園、町の中心にある中央公園。こんな感じの雰囲気。田舎やけどそれがまたいいんよ。バカラルに来てるという証明。センター街の周りはこんな感じでね、いろんなもの売ってますよ。グッズがいろいろありますよ。食堂もあるよ。とりあえずこういう場所に到着しました。パピートバカラル。現時点で全くツアー内容ねわからないんですよ。今から何をするかとか。とりあえずねツアー仲間と合流して荷物をバスにね置けました。めっちゃ重たかったですね、バックパックで。今からなんかツアー開始、僕はなんですけどね、他の人は
まあバスで移動してちょっと自由時間の間に朝ごはん食べたっていう感じらしいですね。まあね、ツアーでしかね味わえないような経験をねどんどん今日ね配信していくんでよろしく。あとちょっと思ったんですけど、バカラルってキンタナロー州っていうところにあるんですよ。キンタナローバカラルって呼ばれてるのかな。なんかワンピースのトラファルガーローみたいな感じやな。キンタナロートラファルガーローみたいな。なんかトラファルガーローのオペオペの実で俺の脳みそオペしてもらわんとあかんな。朝ごはん2つ目は昨日作ったホットドッグ。めっちゃまずいです。これしょっぱすぎて船に乗るみたいですね。おー、これはツアーでしかなかなかできない経験やわ。俺が運転したろか。まず初手はバカラルで一番有名な観光地シエテコロレスっていうところにいます。このシエテコロレスは季節とか時間帯によって7色に水の色が変わるような場所なんですよ。めっちゃ有名な。ただでもバカラル自体が観光地されてないからな、そんな有名ではないかもしれん。綺麗な場所や。ちょっと当たり前なこと言うんですけど、まあ深いところがあったり浅いところがあったりって感じですね。ここはね底が見えてるんで浅いです。サルー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 最高です。こんなねメキシコのね海で飲むねビール最高。温泉でビール飲んでるような感じやわ。さすがに iPhone 持ってね泳ぐことはできないんで、ちょっと iPhone 置いてしばらくね撮影なしで泳ぎますわ。楽しんでいきますよ。乾杯。シエテコロレス、水の色がどんどん変化していく魔法のように。これはまさかのセノーテネグロっていうらしいです。で深さ聞いたらなんぼと思う？まさかの180メートル。超深すぎません？僕ね90メートルぐらいって聞いたんですよ。ちょっとなんか多めに見積もって、そしたらいやノーノーノーシエントオチェンタだよって言われた。これ落ちたらもうひとたまりもないぞ。一応ツアーなんでなんかねツアーガイドみたいな人がいろいろねスペイン語でねバラ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 って説明してくれるんですけど全くわからないです、スペイン語ちょっとわかる僕でもね全くわからないですね。もはやみんながね何を見てるかがわからないんですよ。なんかね説明してくれてるような感じなんですけど、これもね理解できてないです僕。ちょっとね僕あんまり理解できてないですけど、同じ湖でもう一回泳ぐみたいです。同じ湖言うても場所は変わってるんですけど、なんかもう一回泳ぐみたいですね。あんまり理解できないです。おしっこしたいんですけどどうしたらいいですか？教えてー。この次は行きまーす。オホでアグアがあるみたいです。なんかオホでアグアって何って聞いたらなんかボーントゥアグアって言ったんで、多分ね水が出てくる場所なんかな知らんけど、ちょっと後で調べてみます。ようわからんけどさっきからねちょろちょろっとホテルの説明をしてくれています。こんな感じでなんか高級なホテルがたくさんありますね。リゾートホテルなんかなこれ。さっきはね泳ぎながらビール片手にこのスイカをね食べました。こんな感じでね船にね乗ってね音楽を聴きながらのんびりとね進んでいきます。このね風景もね日本では見ることもできない雰囲気ですよね。到着しましたね。ボートのちょろっとした旅が終わりました。次さどこに向かうんだろうか。ちなみにスイカがね余ってたんでねもらって帰りました。美味しい。なんか久しぶりというか初めてかな。種吐くところがないんで種もね一緒にもう食べてます。種って意外と全然食べれるんやな。美味しくはないけど。
バカラルビーチクラブというところに来てるみたいですね。なんかこの景色見たらなんか優越感感じるわ。遠近法で小さく見えるけどでかいお酒。この雰囲気のせいでプールでさえもめっちゃめちゃ水が綺麗に見える。すごいな。なんか優越感に浸れる場所やわ。でこっちはバーがあるんで全然お酒も飲めるし、まあただただカロ高いけどな、値段がめっちゃ暑いです。日差しが暑いし、もう慣れたけど、このね黒色が熱吸収するんでめちゃめちゃ暑いんですよ。ただただなんか拷問にかけられてるような感じですね。人生勝ち組やわ。正直知識不足で僕あんまり知らないんですけど、浜辺で寝てる人っていつもこんな気持ちなん？クソ暑いと思うんですけど、なんだこの我慢大会。ざるーざるー。ポテト頼んだんやけど量多すぎやろ。これ遠近感でわからんかな。なんかいろいろ料理が届きましたね。これは多分ねサービスなんかな、知らんけど。ポテトが硬すぎてあんまり美味しくない。僕の食べ物がね届きました。魚のタコス。しかもタコスの色はいつもと違うよ。青色のトルティーヤだよ。最高。ツアーのサービスに含まれてるビールをいっぱいいただきました。美味しいね。そしてパスタがこっちに回ってきました。結構お腹いっぱいになるよ。飯食べ終わりましたね。最高っす。てかおしゃれなバー、おしゃれな湖、おしゃれなプール、このロケーションでなんか飯食べるってあんまりなくないですか？最高な経験ですね。一応ツアー会社はスカツアーっていうらしいですよ。スカトール、なんかスペイン語の発音でスカトールらしいですけど、なかなかなんか現地だけどおすすめしましたね。最高です。現在夕方4時35分。多分ツアーもねおしまいの時間ですね。ツアーの流れをあんまりよく分かってないんやけど、多分この後カンペチェの方帰ると思います。最高なひとときでした。さあ今からねバスに乗りますね。カンペチェまで意外とね時間かかるんですよ。6時間ぐらいかかるんですよ。なんで今バスに乗って帰ったら結構中途半端な時間に着くけどな。いやまだ帰らんかもしれん。もしかしたらもう一箇所どっか行く可能性がある。ちょっとねどこ行くか分からんけど、とりあえずバス乗ってみますか。本日はよろしくお願いします。グラシアス。バスのクオリティに関してはまあなかなかいい感じのクオリティのねバスですね。で今からねちょっとね帰るみたいです。で冷房に関しては今のところ特に問題なしですけど、一応もう海外のねバスの中はね超寒い時がね多々あるんで、もう絶対用意しといた方がいいです。こういうパーカー系のね上着は。ただ Wi-Fi ないんだけがちょっときついですね。あと充電するところはねあるんですよ。ちょこちょこなんかその USB みたいな、なんでなんとも言えない、完璧ではないけど全然ね満足できるようなバスです。そういや外見こんな感じのでっかいバスにツアー参加してきた人がたくさん乗ってます。で帰りはねこれね食べながらねゆっくり帰りたいと思います。ゆっくり帰るってもう一瞬で食べ終わるけどな。チョコとパイナップルを足して2で割ってチョコを強めにしたような感じの料理というかおかしい。なんかバスの中はちょっとね盛り上がってるみたいですね。これがメキシコのノリです。はい、お疲れ様でした。眠たくないですよ全然。現在朝の6時半です。朝の6時半で、実際のこのねちょっとツアーのね最後ね説明したいと思います。バカラルを出発した時間が夕方の5時半だったんですよ。その時点で僕が思ったのはこの時間に出発したら何時にこのチャンポトン到着するんだろうみたいな。ここチャンポトンね。チャンポトン到着するんだろうと思って
考えたら深夜なるんですよ。深夜12時半とか1時とかで、これ深夜に到着してもどうしたらいいんと思ってね、カンペチェに行くんですけど、実際バスで直接メリダとかカンペチェに連れてってくれて、そこから自分で今泊まらせてもらってるとこがチャンポトンなんで、そこまで移動しないといけないんですよ。で実際カンペチェ着いた時間が深夜1時15分ぐらい。その時点でバスがなかっててかね、バスあるんすけど2時とか4時ぐらいにバス2本あるんですけど、なぜか満席なんですよ。なんでそんなちゃんぽとんみたいな田舎の町にみんな行くみたいな感じで思いましたね。満席みたいな。で駅でダラダラ過ごして、そのダラダラ過ごしてる感じがすごい、旅してるような感じ、バス停で寝てるような感じで、それはそれで僕自身ちょっと楽しかったんですけど、僕も旅人なんでね、このスカツアーが金額に見合ってるのかどうかとか細かくねちょっとね考えてしまうんですよ、旅人の頭で。で実際ちょっとね交通費とかを調べてみたら、まずこのツアーは行き帰りの言った交通費が込みで、行き帰りダイレクトで行けるんですよ。でもカンペチェから言ったらバカラルまでダイレクトで行ける。でビーチクラブで遊べる。で船も乗っていろいろ泳いだりもできました。ほんで合間合間でビール僕は4本プレゼントしてもらいました。そんな感じの内容でしたね、個人的に。で実際調べてみたらカンペチェからバカラルまでダイレクトで行けるバスがなかったんですよ。僕の調べる能力がないだけかもしれないですけど、さっきちょっとね5分ぐらい調べたらあれないなと思って、金額的にはだいたいツアーの金額は約1万円ぐらいで1190ペソですね。1190メキシカンペソですね。で交通費も正直乗り継いで行ったりして往復したりとかエントランス料金とか考えたらもう結局どうなんですかね、わからないですのんびり調べたいと思いますわ。そんな感じですね。次回ともそうやチャンネル、相変わらずメキシコのユカタン半島をうろちょろしているトモソーヤである。次回はカンペチ州の中心街の様子を動画で撮影。一人で動画撮影しているのではなく、メキシコ人と3人でお出かけしている様子なので、違ったテイストの動画になるかもしらんけど。